やもうどれも美味しいです。このカヌレです。食感外カリッてしてなんかふわってしてるんでめっちゃおすすめです。お待ちしてます。さようなら。もともとお菓子作るのが趣味で一番やりたかったのって何だったかなって考えた時にやっぱ焼き菓子作りたいかもと思って焼き菓子の専門店にしました。もともとやりたかったことってこれだったよなと思いながらやってます。あい、もう可愛いよ。おはようございます。よろしくお願いします。前日に仕込みをしてで朝一でラムを入れる感じになってます。ラム酒の香りが残りやすくなるかなと思って。もともとカフェで働いてましてでそこのカフェのキッチンを借りながら自分の焼き菓子を作らせてもらうっていうような感じでやってました。一人で始められる時、周りになんか大丈夫とか心配されませんでしたか？結構どっちかっていうと大丈夫でしょうみたいな感じでみんな送り出してくれた感じはありました。割と私が気合入ってるタイプなんでそれでどうにかするだろうなって多分思ってくれたんだろうなって思います。一番美味しくなる食材を使いたいなとは思ってるので黒砂糖を全く使ってませんとはちょっと言い切れないんですけど味に影響がないものに関してはきび砂糖で白砂糖じゃないとどうしてもその味わいが出せないなっていうものに関しては白砂糖で作ってます。昔から趣味という趣味がお菓子作りぐらいしかなかったような気がするんで、でも母親と一緒に作ってたので言うと幼稚園児の頃から作り始めて小学生の時にはなんか近所の友達とか読んでこうお菓子の作り方を教えてました早い、すごいですね。なんか好きやったんです、そういうのがもうちょっとです。ケーキとか結婚式の最後のデザートだったりとかレストランのコースのデザートとかを作ってました。もともとお菓子作るのが趣味で学生の頃とか学生の時に作るのが好きなお菓子ってほとんど焼き菓子じゃないですか。あんまりケーキ作ることってないですよ。でお菓子作るのが楽しいなって思ってであんまり何も考えずにパティシエになろうって思ってホテルとかウェディングのところに就職してウェディングケーキとか作って
それはそれで楽しかったんですけど、一番やりたかったのって何だったかなって考えた時に、やっぱ焼き菓子作りたいかもと思って焼き菓子の専門店にしました。もともとやりたかったことって多分これだったよなと思いながらやってます。もうちょっと入ります。店頭で販売する分はもう焼きたてのやつそのまま出すんですけど、通販用とかで急速冷凍してお店に並べるようです。人にあげたくなるようなお菓子が一番嬉しいかなって思ってるんで、パッケージングされてるのを開ける喜びみたいなのもあるから、開けた時に「わ可愛い嬉しい」ってなるのと、ドヤ顔で人にあげれるようないいお菓子見つけたんですよっていう時って結構人にあげたくなるじゃないですか。そっちのあげる側のなんか喜びみたいなのが私結構好きで、なんかもらうのももちろんね嬉しいんですけど、あげた時に
いいでしょいいでしょっていう感じをみんなに味わってもらいたいなと思ってます。初めて。初めてです。イベントでは何度もやけど、お店まで来てくれたの初めて。初めてです。ありがとうございます。橋から始まり。じゃあカヌレ2つ。はい。回しカヌレ2つ。東も2つで。はい。ご自分用ですか？それは家用ですね。家へのお土産。いやもうどれも美味しいです。このカヌレですね。食感外カリッてしてなんかふわってしてるんでめっちゃおすすめです。お待ちしてます。さようなら。先にちょっとだけ火を通しておいて、他の材料と合わせて焼き上がる時に全部の食材が一番美味しい状態で焼き上がるようにと思ってちょっとローストしてます。すごく一個一個こだわって作られてますね、やっぱり。そうですね、焼き菓子の専門店なんでちょっと面倒くさいこともやっていこうと思ってます。
作っている時に食べたりしますか？味見とか。作ってる時多分めちゃめちゃ食べてます意識してないんで空気かのように食べてるから一押しの商品として出してるのがパウンドケーキなんですけど、個人で販売するってなった時に一番最初に作ったお菓子なんで、それは割と気に入ってるかもしれないです。これの2つ、こちら緑と黄色があるんですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。またお待ちしてます。
水と砂糖だけではないんです。水と砂糖だけのもあるんですけど、だいぶ淡白なというか砂糖の焦げた味みたいな感じになるんですけど、生クリームとか蜂蜜だったりとかバターが入ることによって結構こう深みのある味わいのキャラメルに仕上がります。またお待ちしてます。ありがとうございます。ありがとうございます。あい、もう可愛いよ。